夜桜ロカボキッチン、本日作りますのは低糖質食パンです。はい、聞き間違いではございません。食パンですよ、食パン。1スライス糖質たったの 3g 以下でございます。では本日の材料を見ていきましょう。低糖質食パンの材料は、まずオーブンの温度を200度で予熱しておいてください。ココナッツフラワーは 50g、サイリウムハスク粉または大葉粉を 30g、フラックスシード粉またはアマニダネの粉を 20g、ベーキングパウダーは大さじで1、塩は小さじで1/2、熱湯は 125ml、卵は4個を研いでおいてください。リンゴ酢を大さじで1、ココナッツオイルは 20g 用意してください。そして本日の材料、多分あんまり聞いたことがないものばっかだと思いますが、こちらの材料全部ケトジェニックで、パンとかパンに近い何かを作るときに使う材料なので、一度買うときに多めに買うことをお勧めいたします。そして本日の材料ですが、食物繊維がとても豊富に入っているので、美容にも健康にもいいと思います。実際はどうかわかりません。はい、こちらが本日使うすべての材料を出したところでございます。本日の材料2種類がありまして、液体類と後ろに見えます粉類、この2種類があるので、最初は液体類を全部混ぜて、そして粉類をまた別に混ぜて、別々に混ぜた後に一緒に1箇所に入れて混ぜるといった感じになります。そして材料を全部混ぜて、その混ぜた材料をこちらに見えますパン型に入れて、このパン型ごとオーブンに入れて1時間焼いていくことになります。ちなみにオーブンで焼くときはですね、一度200度に予熱したものを180度まで下げる必要がございます。ではまず手始めに、こちらの白い塊であるココナッツオイルから液体に戻していきます。はい、こちらが液体に戻したココナッツオイルでございます。ココナッツオイルなんですが、液体に戻し方は意外と簡単でして、これをレンジに入れまして30秒チンすると、塊からこちらのようにサラサラとした感じのオイルに戻ります。では材料の下準備が終わったので、こちらに見えます粉から混ぜていきたいと思います。最初にフラックスシード、ココナッツフラワー、サイリウムハスク、ベーキングパウダーとなります。最初にフラックスシードから入れまして、次にココナッツフラワー、サイリウムハスク、最後にベーキングパウダーを入れて、こちらの塩を適当にまぶしていきます。測るのをめんどくさかっただけです。ではこちらの粉を混ぜていきます。ゴムヘラとか何でもいいので、泡立て器とか使うと結構便利に混ざることができます。ちなみにこれ混ぜながら思ったんですが、どうも器がちっちゃかったらしくて、結構こぼしております。すいません。で、こちらのように粉がまんべんに混ざりましたら、次は液体類ですね。まず最初に卵を4つ入れて研いでおきます。その後にリンゴ酢とココナッツオイルをこちらの熱い熱湯に入れまして、そしてフォークか何かで簡単にかけ混ぜた後にこちらの卵を研いだものに入れていくといった感じになります。ではまず最初卵から1、2、3、4。簡単に研いでいきます。こちらのように溶けてきましたら、次は熱湯にこちらの材料を入れていきます。まずリンゴ酢から入れていきます。こちらリンゴ酢。次にココナッツオイル。入れてフォークでシャキシャキします。そしてすべてシャキシャキし終わりましたら、こちらを研いだ卵に入れていきます。そして次にゴムヘラを持ってきまして、軽く混ぜていきます。適当に液体類が混ざってきましたら、そこに粉を投入します。先ほど混ぜた粉ですね。はい、粉投入。粉をこうやってゴムヘラで混ぜていきますと、徐々に粉が水分を吸い始めまして、ご覧のように徐々にもちもちし始めるんです。で、パンの生地みたいにもちもちし始めたら、そこで一旦止めてください。パン型を持ってきまして、こちらのパン型にまず最初に油を塗ります。ちなみにこちらの油塗りですが、やらなかった場合、焼き上がったパンが型から出てこないという最悪な状態になるので気をつけてください。こちらのようにまんべんなく油を塗っていきます。ちなみに本日使いました油はアボカドオイルです。油塗りが終わりましたら、こちらに先ほど作っておきました生地を入れます。最初に少し入れまして、下にちょっとずつ押しておいてください。押しすぎるとパンがぺちゃんこになるので、軽く押すだけで OK です。そして、生地を全部入れましたら、上を今度は平べったくします。ちなみにこちらのパンですが、型に入れたのと全く同じサイズが出てくるので、正直後悔しております。2倍にしとけばよかったです。そしてこちらをですね、オーブンに入れて、200度に予熱しておいたと思いますが、こちらを温度を180度まで下げます。温度を下げた状態でこちらを入れまして、1時間焼いていくことになります。では、焼いていきましょう。では、パンが焼けてる間におさらいをしていきたいと思います。低糖質食パンの材料から入ります。
オーブンの温度は200度で予熱をしておいて、入れる前に180度におろしてください。ココナッツフラワーは 50g、サイリウムハスク粉または大葉粉を 30g、フラックスシード粉またはアマニ種の粉を 20g、ベーキングパウダーは大さじで1、塩は小さじで1/2、熱湯は 125ml、卵は溶いたものを4個、リンゴ酢は大さじで1、ココナッツオイルは 20g、ココナッツオイルはレンジで30秒チンすると液体に戻ります。では本日の成分表です。7分の1カットの1スライス基準で糖質 2.92g、タンパク質は 5.57g、脂質は 7.14g と非常にケトジェニック的にバランスが取れたパンでございます。では作り方のおさらいです。オーブンを200度に予熱しておいてください。粉類を混ぜておいてください。ボウルに卵を溶いて液体類を入れて混ぜてください。ボウルに混ぜた粉類を入れて混ぜてください。パンの生地みたいに塊がもちもちしてきたら止めてください。食パン型に入れてオーブンに入れてください。オーブンの温度を180度に下げ1時間焼いていきます。ご覧の通り本日のレシピあんまり難しいものではないので、いつでも簡単に作れるようなものでございます。ではパンが焼けたので、こちらを型から出していきたいと思います。型をひっくり返してスポでパンを一度ひっくり返して、ちなみに焼きたてなのでめちゃくちゃ熱いです。あら奥さん聞いてくださいよ、このサクサクした音。焼きたてほやほやのもっちもちでございます。でこちらのパンを高級バターを塗って食べると大変美味でございます。バター以外にですね、クリームチーズや無糖のピーナッツバターとかを塗って食べることも OK です。最後まで丁寧に塗って、ではいただきます。ご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録と動画の評価、そしてコメントをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。